皆さんこんにちは。田中です。最近動画を編集しているとパソコンがすごく熱くなるのでちょっと心配です。さて今日はいつもと少し違って田中のお悩み相談というテーマでお送りします。皆さんは今悩んでいることとか不安や心配はありますか？家族や友達にはなかなか話せないけど誰かに聞いてほしい話ってあると思います。そこで今回視聴者の皆さんからそんな人生の悩みを募集しました。日本語の勉強のことだけではなくて人間関係や将来についていろんな悩みを送っていただきましたので Q&A 形式でお答えしていこうと思います。私からのアドバイスというよりは一緒に悩みを共有して人生についてゆっくりお話しできればいいなと思います。少し長くなるかもしれませんが、よければ最後まで聞いていただけると嬉しいです。まず最初の質問を読みたいと思います。こんにちは、田中さん。いつも動画ありがとうございます。最近自分のキャリアパスについて悩んでいます。今の仕事は自分に合っていないと思います。田中さんは仕事に満足できないときどうしますか？仕事ってたとえ休みの日があってもやっぱり一日のうちの多くの時間を占めるものですから、それが自分に合っていないのは辛いですよね。今仕事をしている時間は無駄なんじゃないかって感じることもあるかもしれません。でも私は合わない仕事をしている時間も決して無駄ではないと思います。なぜかというと、合わない仕事をするたびに自分に合っている仕事に近づけると思うからです。一つの仕事にもいろんな要素がありますよね。例えば職場の人間関係、お給料、休み、会社の場所、お給料が少なくても休みが多い方がいいと考える人もいるし、家から職場が遠くても人間関係のいい職場で働きたいと考える人もいて、答えは一つではないと思います。合わない仕事をするたびに自分がどの要素を大事だと思うのか、逆にどの要素はそれほど気にしないのかがだんだんはっきり分かってくるのではないでしょうか。初めから自分にとってパーフェクトな仕事を見つけることはできなくても、少しずつ理想に近づいていければいいんじゃないかなと思います。次の質問です。最近長時間何かに集中するのがすごく難しいと感じます。専門の勉強に専念するために日本語の勉強を先延ばしにしているのに、それさえも後回しにしてしまいます。それがとても辛いですが、どうすればいいかわかりません。田中さんはどうやって毎日モチベーションを保てるのか教えてもらえたら嬉しいです。長時間集中できないっていう同じ悩みを持っている方は多いんじゃないでしょうか。私の個人的な意見としては、別に長時間集中しなくてもいいんじゃないかなって思います。世の中には例えば3時間休憩なしで勉強できる人もいますが、自分に合ったリズムを見つけるのが何よりも一番だと思います。私は昔から長時間集中するのが得意ではありませんでした。大学の90分の授業もいつも長いなぁと感じていました。ある時、自分が一番集中できる時間は25分間ぐらいだということに気づいて、それからは25分くらい勉強や作業をしたら休憩したり別のタスクをするようにしています。そしてあまり自分に厳しくしすぎず、
少しでも何かを達成したら自分を褒めてあげることも大事だと思います。次の質問です。田中さんへ、私は先の見えない不安について悩んでいます。もちろん人生は先が見えないことだらけです。だから私は自分がコントロールできることや安心だと感じる状況にだけ身を置くようになりました。しかし安心感を得る代わりに自分の人生に虚しさや退屈さを覚えるようになりました。でも同時にリスクや不確かなことに対して恐怖や不安を感じます。もっと自分を信じてリスクを恐れないようになるにはどうしたらいいでしょうか。いつも YouTube と Podcast ありがとうございます。毎晩寝る前に聞いています。ありがとうございます。私もこの質問者さんの気持ちが本当によくわかります。私は何年か前に自分のキャリアについて悩んだ時期があったんです。安全な道にとどまるか、リスクのある新しい道を選ぶか、とても迷っていました。友達に相談すると、彼女はこんなことを言ってくれました。新しい道を選ぶのは不安だけど、今のまま安全な道に行っても不安でしょ？結局不安なんだから、どっちの不安を選ぶかだよ。私はこの言葉に新しい道へ進む勇気をもらいました。多分質問者さんも今リスクのない道を選んでいることについて安心よりも不安を感じていると思うんです。どっちみち不安なら少し勇気を出してリスクのある不安の方を取ってみるのもいいかもしれません。次の質問です。こんにちは、田中さん。私の今年の目標はテコンドーを習うことです。でも自分より年下の子供たちと一緒にレッスンを受けるのがちょっと恥ずかしくて一歩踏み出す勇気がありません。どうしたらいいですか？いいですね。ぜひチャレンジしてみてほしいです。私の場合は何かやりたいことが見つかったとき、とてもシンプルに考えるようにしています。それは時間とお金が許すならやるということです。なぜかというと、私はやりたいことがあるって本当に素晴らしいことだと思うからです。やりたいことが見つからないって悩んでる人はとても多いです。そんな中でやりたいことを見つけたのはとてもラッキーなことだと思います。せっかくやりたいことに出会ったのに行動しなかったら、それはやりたいと思わなかったことと同じになってしまいます。それってすごくもったいないことだと思うんですね。確かに年下の子供たちと一緒にレッスンを受けるのは自分は恥ずかしいと感じるかもしれませんが、子供たちはそんなことを気にしないと思いますし、むしろ自分より年上のお兄さんやお姉さんがいたら嬉しいんじゃないでしょうか。やってみてうまくいかなくても、それはそれで一つのいい経験になると思うので、まずは挑戦してみるのがいいと思います。応援しています。次の質問です。会社でリーダーとして働いていますが、私は少し厳しい上司です。小さなミスでもちゃんと原因や対策を出してほしいです。忘れたとか気づいていなかったという理由は受け入れられません。そんなに厳しくしたくはないけど、チームをいい状態にする方法を思いつきません。何かアドバイスはありますか？リーダーは責任を取らないといけない立場なので、部下にきちんと仕事をしてほしいと思うのは当然ですよね。この質問をいただいてから、いいチームってどんなチームかなって考えてみたんですけど、私は
みんなが言いたいことを言えるということが一番大事じゃないかなと思いました。上司も部下も関係なく自分の意見を我慢せずに小さなことでも報告したり相談したりできるのがいいチームだと思います。リーダーという立場だとどうしても部下に何々してくださいってお願いする機会が多いと思うんですが、そういう時にあなたはどう思うとか、どうしたらいいと思うって意見を聞くようにしてみるのはどうでしょうか。部下も自分の意見を上司に聞いてもらえたら嬉しいと思いますし、今までよりも責任感を持って仕事に取り組むようになると思います。最後の質問です。私は今大学4年生です。学校の生活をしながらバイトもしてるんですが、最近体力がだんだん衰える感じがしています。大学1年生から約4年ぐらい働いているんですが、今は心の余裕もなく何をしてもすぐ疲れます。なので、だんだん外出を疲れることだと感じるようになりました。これは人生のスランプかなと思うんですが、田中さんもこんな風に感じたことがありますか？もしあったら、どうやって克服しましたか？私も最近同じことをよく思います。質問者さんと同じで、私も以前は外に出かけるのが好きだったのに、最近はすぐ疲れてしまって、体力を回復するのにも時間がかかるようになりました。年齢を重ねると、前まで当たり前にできていたことができなくなったり、楽しいと感じていたことを同じように感じることができなくなったりしますね。でもそれはできないことが増えたんじゃなくて、新しい人生の段階に入ったということなんじゃないかなと思うようにしています。それは別に悲しむ必要はないことで、また今の自分に合った新しい生き方とか楽しみを見つけられるといいんじゃないかなと思います。例えば私の場合、昔は外に出かけて友達と会うのが好きでしたが、ある時から出かけるよりも家に友達を招くのが楽しいと思うようになりました。家を掃除して友達の好きそうなおやつや飲み物を準備するのは楽しいです。質問者さんも今までとは違う方向で何か新しい人生の楽しみを見つけてみてはいかがでしょうか。はい、今回はここまでとなります。たくさんのお悩みを送っていただいて、今回紹介できなかったものがまだまだあるので、また今度第2弾の Q&A をしたいと思います。もし悩みを聞いてほしいという方は、概要欄のリンクから送ってください。さて、今回もエピソードに出てきた単語や表現をいくつかピックアップして PDF を作りました。無料なので概要欄のリンクからぜひチェックしてください。それでは今日も聞いてくださりありがとうございました。また次回お会いしましょう。